ピーマンの一番うまい食い方、それは生だ。異論は認めない。今日の飯はつくねオンザピーマン。ふわふわジューシーな鶏つくねに秘伝の焼き鳥タレをたっぷり絡め、シャキシャキ生ピーマンとドッキング。苦い苦い、それがうまい。ようこそ、これが大人の世界だ。今日調達した物はこいつらでは、早速さばいていこう。まずはピーマン。こいつを水洗いしたら、次から次に真っ二つにぶった切っていく。次に芯と種を取り除く。もしピーマンが時間が経ってしなってる場合は、氷水にさらしておくと水分を吸収し、再びパリパリになる。同様にこの方法で2日ほど寝かすとピーマンの苦みが和らぐので、苦手なやつは試すといい。ネギは適当に小口切り。こいつは後でスープに加える。お次は玉ねぎ。今回は半分だけ使う。真っ二つにし、皮を剥く。芯は切り落とすとばらけるので残したままで。そして玉ねぎ半個をすりおろす。すりおろすのがめんどかったり、シャキシャキした食感が好みの場合は細かくみじん切りでも大丈夫や。しまった、目をやられた。唯一こここそがサングラスが役立つ場所だと思ったが、全くもって効果なし。もはや最近料理中にサングラスをするメリットを見出せなくなってきている。すりおろした玉ねぎは水分を多く含んでいる。このまま肉ダネに加えるとシャバくなるんで、水気はよく切っておく。これはメッシュの細かい網を使って絞っているが、なかったら布巾やガーゼに包んで絞るといい。続いてつくね用の肉。つくねは鶏胸肉で作るパターンもあるが、俺はもも肉派。もも肉の方がプリッとジューシーに仕上がり俺好みや。まずは皮を剥ぎ取る。皮は適当な大きさにカットしておき、後でつまみとして食おう。肉は適当な大きさにぶつ切りにし、フードプロセッサーでミンチにする。フープロがない場合は包丁で細かく叩くか、お肉屋さんでひき肉にしてもらおうね。ああ、やっぱフードプロセッサー楽だわ。なんで俺はさっき玉ねぎをこいつで粉砕しなかったのか。今激しく後悔しているところだ。肉をボウルに加えたら下味をつける。塩少々、砂糖大さじ半、醤油とみりんを大さじ1ずつ、そして胡椒少々に溶き卵。卵は半個分で十分やが、中途半端に余らすのが面倒なんで1個丸々使っちゃおう。これぐらい入れると種が緩すぎるが、後で硬さはいくらでも調整できるんで大丈夫や。隠し味にマヨ大さじ1。こいつを加えることでつくねがふっくら仕上がる。そしてつなぎの片栗粉。肉ダネの硬さはこの片栗粉の量で調整するといい。だいたい大さじ1から3ぐらいで事足りるはずや。まだシャバいの白い粉追加や。ここにいろいろ食材を加えアレンジするのもええやろ。例えばレンコンや軟骨を加え食感にアクセントを持たしたり、大葉やチーズを入れてもうまそうだ。よし、ちょっと緩そうに見えるがこれぐらいで大丈夫や。種を作ったら焼くまでの間冷蔵庫で保管しておく。お次はつくねのタレ作り。これは焼き鳥屋にも負けない秘伝のタレの作り方や。みりん 60cc、 醤油も同様 60cc、 ほんで砂糖を 15g ちょい。だいたい4対4対1ぐらいの比率や。今回はカラメルの香ばしさが欲しかったのでザラメ糖を使っているが、普通の砂糖を使っても特に問題ない。こいつを一旦強火で沸かし、沸騰したら弱火にし5分ほど煮詰める。煮詰めることで濃度が高まり味が凝縮する。よし、極上の焼き鳥だれの完成や。
このタレは非常に万能で、うなぎのタレにも近い味わい。かば焼きなんかにも使え、汎用性は抜群。多めに作って取っておくのをおすすめするぞ。つくねはこのまま焼いてもいいが、せっかく鶏からいい出汁が出るんで、同時にスープも取っていこう。鍋に昆布を入れ、1リットルほどの水を投入。そしてこいつを弱中火でじっくり沸かす。湯が沸くまでの間、先ほど余った鶏皮でもつまんでいくか。フライングビール失礼します。沸騰直前に昆布を取り出し、臭み消しに酒を少々。スプーンを2つ用意し、肉種を適当な一口大にまとめ、次々に湯にぶち込んでいく。形は無理に綺麗に整えなくても大丈夫や。コツはスプーンごとお湯に突っ込み、そのまま数秒キープ。こうすると表面が固まり剥がれやすくなるんで、もう1個のスプーンでこそぎ落とす。火が通ったやつから浮かんでくるんで、そいつらを次々すくっていく。そしてこの昆布と鶏の旨味が詰まった残り汁をこのままスープにしていく。塩コショウと同量のみりん、薄口醤油で味付け。そこに先ほど刻んだネギを全部ぶち込み、鶏スープ完成。よし、あとはつくねを仕上げてフィニッシュや。もう肉にはほとんど火が通ってるんで、あとは表面に香ばしい焼き色をつけるだけ。肉を入れたらしばらく動かさず、焼き目がつくのをじっくり待つ。片面に焼き目がついたらひっくり返し、反対側も焼く。きた、うまそうな焼き色と香り。そしてここに秘伝の焼き鳥タレをイン。両面にタレをたっぷり絡め、軽くとろみがつくぐらいまで煮詰めたら完成や。鶏つくね完成。いただきます。この音である。生でしか味わえないこの食感。みずみずしくパリッパリのピーマンとふわふわジューシーつくねの食感のコントラストがたまらない。苦い。だがそれがうまい。大人になってから良さがわかる野菜ランキングナンバーワン。それがピーマン。ちなみに俺はガキの頃から好きやった。うまみたっぷりのスープがしみる。そしてタレつくねといえばやはり卵黄は欠かせないだろう。いいのか？こいつを食うともう戻れなくなっちまう。あ、無理。うますぎて震えが止まらない。悪魔的だ。これは完全に悪魔の所業。つくね、卵、ピーマン、ビール。つくね、ピーマン、スープ、ビール。この無限ループ止まらねえ。終わらせたくねえ。もう一生この幸福の螺旋から抜け出したくない。うまかった。ごちそうさまでした。